こんにちは、OK ジャパニーズです。今日も日本語を聞いていきましょう。今日のトピックは、子供の頃に苦手だったこと、子供の頃好きじゃなかった、得意じゃなかったことです。今日はね、リラックスして聞いてください。YouTube 見てる人は画面を見なくてもいいですよ。うん。今日は3つ話します。1つ目は、僕が苦手だったことの1つ目は、人と話すこと。人と話す。緊張するし、何話したらいいかわからない。何を話せばいいんだろう。そうやって思ってましたね。そして2つ目は、給食です。給食は学校で食べるご飯です。小学校、中学校の時にお昼にね、みんなでご飯食べます。それがね、苦手だったんですよ。本当にね、得意じゃなかった。そして3つ目が、漫画、音楽とか文化の話で、ある漫画が嫌いだったんですよ。でも、今はそういう話です。はい。でね、ちょっと僕これパソコンにとメモ書いてます。それ見ながら話しますけど、まず1つ目、人と話すこと。人と話すことね、本当に緊張しました、最初。小さい時は、小学校10歳ぐらいかな。10歳までは大丈夫でした。でも、11歳、12歳、ティーンエイジャーですね。その頃はね、人とうまく話せない。そう思ってましたよ。で、日本語は喋れますよ。日本人ですし、日本語の問題じゃなくて、コミュニケーションですね。コミュニケーションの問題。最初はね、中学生になって、クラスがあります。学校にクラスがありますね。女の子、特に女の子と話すのが苦手でした。すごくね、意識してしまう。自分でいろいろ考えてしまうんですよ。話す前にね。よし、話そうと思うんだけど、その前に自分で考えます。待ってよ。僕の今の髪の毛大丈夫かな？髪の毛大丈夫かな？変になってないかな？とか、歯に何かついてないかな？歯に糊がついてないかな？とかね。あと、声の出し方。あれ？高い声で話せばいいんだっけ？ねえねえ、佐々木さんって話せばいいんだっけ？それとも低い声で話せばいいんだっけ？ねえねえ、佐々木さん、どっちがいいんだっけ？ね。そういうことをね、いろいろ考えても頭の中がもうわけがわからなくなっていました。そういう時はまずお茶を飲もう。お茶を飲んで落ち着こう。そんな、風に考えていました。だから全然話せなかったですよ。話せない。話せません。だから僕は男と話してました。男友達とね、話していました。それで、これをそのまま
3年、4年、5年、5年ぐらいそのままでしたね。もうその時は僕はもう、インターネット、家でインターネットばかりやって、掲示板にね、書いて、ネットのブログを読んで、もう、こう、自分の世界で楽しんでました。うん。それはそれで楽しかったですが、本当は人と楽しく話したい。人とコミュニケーションを取りたい。そう思ってたんですよ。ね。それで、大学生になりました。だいぶ。これはもうそろそろどうにかしないと。そろそろ話せるようになりたい。そろそろ、うん。パートナーも欲しい。そろそろエンジョイしたい。ね。楽しみたい。そう思って僕は決めました。よし。これを直そう。よくしよう。苦手なことをできるようにしよう。上手にはならないかもしれない。うまくはならないかもしれないけど、苦手じゃなくしよう。普通にしよう。苦手、普通、上手。苦手、普通、上手。まずは普通になろう。そう思って決めました。カフェでバイトする。カフェでアルバイトをする。はい。その話はね、別のポッドキャストでもしていますが、そうやって少し良くなりました。あ、人と話せるぞ。人と会話ができるぞ。そしてそのバイトの後は、バンドを始めて、バンドで演奏して、少し、自信もついた。自信にもなりました。あ、弾けるじゃん。練習したら曲弾けるじゃん。ね。そして、少しずつ話せるようになり、その後もちょっとずつ苦手から普通、得意までね、いけるように、頑張りました。そして今は、うーん、普通よりちょっと得意に近づいたかもしれませんね。うん。特に、人の話を聞くのが得意になりました。人の話を聞く。それが、上手くなりましたね。はい。それで、この、子供の頃苦手だったこと、第一、人と話すことですね。今考えると、こう思います。僕は人と話せなかったけど話せるようになったこと、理由、大きなもの、大きな理由はね、1個目は自分に集中していた。自分にフォーカスしていた。自分はどう見えるだろう。自分はどんな声を出しているだろう。自分はどんな話をしているだろう。面白い話をしているかな。つまらない話をしているかな。自分。自分が自分を見ている。自分が OK を見ている。そういうふうに考えていました。それで後になって考える。苦手じゃなくなった時は、相手に集中、相手にフォーカスしていたんです。この人は何を話したいのかな。この人は今どんな気持ちかな。あ、今この人は話を聞いてほしいんだ。ね、その人が漫画持ってたら、この漫画好きなんだ。
でその人が言ったら、あ、漫画のことを話したいんだね。じゃあ、漫画のことを聞こう。それは、どんな漫画なの？どんな漫画なの？なんてね、聞いて。そしたら、向こうも、あ、これはね、実は、魔界に行ってね、やばい奴らを、やっつける。やばい奴らをね、締め上げる。そういう話なんだよ。とかね、教えてくれますよね。うん。最初の僕の苦手だった時は、あの漫画知らないなと思って。その漫画知らないな。僕はね、ワンピースが好きだな。ワンピースのさ、ねえ、ワンピースのさ、最終回見た？いや、まだ出てないけど。とか言ってね、自分のことを話す。うん。そういう風にやってました。だから、自分フォーカスから相手フォーカスへ。これで、ね、自分が話さなくていいんですよ。もう自分は聞いてるだけ。へえ、そうなんだ。あ、そういう楽しみ方があるんだ。へえ、とかね。あ、そういう漫画が好きなんだ。とかね。もう聞いてるだけでいいんですから。同じことを繰り返してもいいし。この漫画面白かったんだよねって言われたら、面白かったんだって言ったら向こうは、そうそうとか言って話し始めますから。ね。はい。これは、コミュニケーション、外国語のコミュニケーションでも、使えると思いますよね。僕も英語を勉強してる時、英語の時は、何話せばいいんだって思ってたけど、日本語と一緒で聞けばいいんですよ。ね。それで何があったの？それでもっと聞かせてよ。そういう気持ちでいれば、わかんなくても、ね、向こうが話してくれるからっていうことはありますね。はい。では、二つ目。僕が子供の頃ね、苦手だったこと。給食。学校のご飯。日本の小中学校、小学校と中学校では、給食が配られます。ご飯をお昼一緒に食べる。うん。時間はね、1時間あったかな。1時間、12時から1時まで1時間。そこで給食を食べる。それで、小学校5年生ぐらいかな。5年生ぐらいになって、怖い先生になったんですよ。怖い先生にね、なって、その先生がね、厳しいんですよ。これをやったらダメだ。これはダメだ。ルールを守れ。ルールを守るんだ。お前はルールを破ったな。ちょっと来いとか言ってね、怒られるんですよ。みんなの前で怒られるんですよ。みんなの前に立たせて、みんなこうやって見て。で、その先生はね、お前は昨日ルールを破ったな。どんなルールを破ったんだ？いえとか言って、すみません。15秒遅刻しました。15秒遅れてしまいました。クラスに迷惑をかけてごめんなさい。謝らせる。謝らせる。本当にね、それは公開ですね。みんなの前で、みんなの前で恥をかかせる。恥をかく。恥ずかしいと思う。恥ずかしいと思わせる。その先生にみんなね、恥をかかされたんですよ。もちろん悪いことしたらね、罰は必要ですけども、なかなかエクストリーム。なかなか強い。そんな先生ですから、給食もね、厳しいよ。もう、皇帝みたいですよね。本当に王様みたいな。
俺が社会だ。俺がルールだ。このクラスは俺がルール。従わないやつは終わりだ。とか言ってね。そういう感じでしょうね。それで、給食、とにかく残すな。全部食べろ。一粒残らず、米の一粒残らず食べろ。この米を見ろ。これは農家さんが作ってくれたんだ。農家さんが汗水かいて、汗と水は何だろう、鼻水かなわかんないけど、汗水かいて働くね、一生懸命働いて作った米だ。お前それを無駄にするのか、食べないのか、ルールを守れとか言ってね、言ってくるんですよ。もう恐怖政治、恐怖を煽る政治、恐怖のクラス、恐怖クラスね、まあ何でもいいんですけど、それでね、とにかく食べなきゃいけない。全部食べなきゃいけない。これは大きなプレッシャーですね。圧力がすごい圧力。僕はプレッシャーを感じました。僕はね、ちょっとセンシティブ、繊細、ちょっと僕センシティブなところがあるので、全部食べなきゃいけないんだ。やばいなって思って、どんどん食べれなくなったんですよ。全部食べなかったら怒られる。全部食べないと怖いと思って、もうご飯が来たら、もうちょっとね、ドキドキして、やばい、こんなにたくさんある。食べれなくなったらどうしようと思ってね。で、もうどんどん心が、エスカレートしてね、こう、考えがどんどんね、研ぎ澄まされて、細かくなっていって、もう頭の中ですよね。もう食べれない。多分体は食べられるんです。量はね、大丈夫だけど、心がもう食べられない。そういう状態になりました。だから、もう家でね、母に、お母さんに言って、もうそしたらお母さんは多分ね、じゃあもう隠して持って帰ったらいいんじゃない？もう隠して食べれない分で隠して家に持って帰る。先生にバレないように。それがいいんじゃないか。僕もそう思って。もしかしたら僕がそう思ったのかもしれない。僕がそうしようと思ったのかもしれない。忘れましたけど。とにかく、袋を持って行って、給食の時間になったら、そこに食べれない分をわーって入れて、隠して、持って帰る。そうすれば、食べれなくても怒られない。いや、そういうことがありましたよ。ひどいね。怖いね。昔の日本。昔はね、そういう文化がありました、日本は。僕が小さい時。今はね、だいぶ変わってると思いますよ。今はもうみんな優しくね、それぞれの個性を伸ばしてね、食べれない、しょうがない。いろんな事情がある人がいる。いろんなね、状況があります、人によって。だからそれを理解して、この人はこういうアレルギーがあるから食べれない。とか、この人はこれが本当に苦手だから食べられないとか。できることできないことはありますから、そういうね、とこを認めてくれると思います、今はね。ただ、昔はもう、ここに型があったら、ここになれ。これが日本人だ。これが正しい日本人の型だ。ここからはみ出るやつは終わりだ。そういうね、ルールが強かったですから。今ももちろんありますよ。ね。そういう文化は少し残っております。
はい。ということで僕は苦手だった給食。今はね、もう大丈夫よ。今給食ないけどね。それもね、多分1年ぐらいかな。1年ぐらいで、先生が変わって大丈夫になったと思います。うん。それで、治りました。食べられるようになったし、もう高校生になったらね、弁当だけじゃ足りないから、パンを買って、メロンパン、ね、甘いメロンパン食べる。そうやってたくさん食べてましたから。良かったですけどね。まあまあ、今はご飯はね、好きですよ。好きですよとか言って、普通にたくさん食べてますしね。ということがありました。はい。はい。それでは、3つ目、最後ですね。漫画や音楽、文化の話です。これ、僕、昔ね、ジョジョの、ジョジョの奇妙な冒険。ジョジョの奇妙な冒険。ジョジョです。今じゃ、世界でも有名なジョジョですね。あたたたたた、あたたたたはちょっと違うか。オラ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 とかね。ウーリーのジョジョです。先生、荒木先生が書かれた漫画。もう今僕はね、大好き。漫画も昔60巻、63巻全部持ってました。それがね、子供の時は嫌いだったんです。嫌いでした。ジョジョは雑誌に載ってましたね。少年ジャンプ。少年ジャンプに載ってて、少年ジャンプの僕は、例えばドラゴンボールとか、ワンピースとか、そういう人気の漫画、それが好きだった。子供ですから。子供ですからというか、子供の時は。で、それを楽しみに見てます。それ見て、で見終わって、面白い漫画ないかなって見たら、ジョジョが出てくるんですよ、バラって。何この絵。気持ち悪いな。気持ち悪い絵だな。そう思ってね、絶対見ない。そう思ってました。ジョジョの絵はね、独特です。特徴のある絵。格好もね、こう、特殊なポーズをしていたり、面白いね、立ち方とかしていたりする独特な絵で、すごくね、変わっているんですよ。だから子供の時は、何これ変なのこんなん見ないよ波動拳とか言ってね、あの、有名なメジャーなやつ好きだったんですが、今、気がついたら大好き。これ何なんでしょうね。ちょっと僕はアンダーグラウンド、ちょっとマイナーなものが好きなのかもしれません。はい。それは同じことが、音楽でもありますね。日本の音楽で大滝栄一さんという人がいるんですが、僕はこの人も好きじゃなかったんです。その時僕はラルク・アンシエルとか有名な J-POP、今で言うとミセスグリーンアップルとかね、アドとか夜遊びとかが好きでした、昔は。そういうのを聞いてたら、ランキングにいきなり違う曲、大滝栄一、なんかもうゆっくりのおじさんが歌ってる曲、もういいよもういいよみたいな、おじさんが歌ってるじゃんとか言ってね、なんでこれがランキングに出てくるんだよ、グリーンアップルを出せ、ミセスグリーンアップルを出せ、ね、そう思ってたんですけど、あれから10年、もう大滝さん最高です。
大滝さんというのは知らない人が多いと思いますが、日本ではもう有名です。ロングバケーションというアルバムをね、出しました。それがとっても人気です。彼はもともとハッピーエンドというバンドにいました。そこにいたのは細野晴臣。細野さん、細野晴臣。これ知ってる人いるんじゃない？ YMO、イエローマジックオーケストラ。細野さんとバンドしていたのは、イエローマジックオーケストラで一緒にバンドしてたのは、坂本龍一、細野晴臣、大滝栄一さん。もうそこはね、全部つながりがあります。もともと同じ流れというか、素晴らしいミュージシャン。でも海外ではそんなに有名じゃないんですね、大滝さんはね。細野さんはめちゃくちゃ有名ですけど。だからもう今は、僕はもう、そういう曲を聴いてますね。ハッピーエンドも聴きますし、日本だとハッピーエンドも聴きます。細野さんも聴きますし、アンビエントも聴きますし、いろいろ聴きますし、深くなりました。深く潜っていきましたね。メジャー大衆の世界からアンダーグラウンド、細い世界へね、入っていきました。ということですね。なので、今思うと、あの時、そういえば嫌いだったなとか、苦手だったなというのはあるかもしれませんね。面白いですね。だからもしかしたら、僕のポッドキャストも、これ最初見た人が、いや、なんかちょっと違うな、苦手だな、この日本語の話し方変じゃないとか思ってたけど、もしね、あなたは日本語を勉強して1年後見てみたら、OK さん、いいね。これ、めちゃくちゃいいじゃん、この日本語。とかね、この喋り方、いいじゃん。そういうふうに思うかもしれませんよね。それはいろんな、ジャンルでそう思うことがありますよね。あなたの子供の頃苦手だったことありますか？で、今は大好きとかね。食べ物はよくあると思いますよ。トマト今大好き。昔好きじゃないけど。ね。そういうことあったらぜひ教えてください。はい。でね、そうそう、最近ね、僕、OK ジャパニーズのウェブサイトがあるんです。この動画のトランスクリプトも作ります。トランスクリプトはね、振り仮名も打てるし、見やすいです。YouTube の動画を見ながらトランスクリプトが動いてくれるので、とってもね、勉強しやすいと思いますよ。コピー&ペーストもできますからね。はい。だから、あと、いろんなね、コンテンツもあります。このポッドキャストだけじゃないコンテンツね。例えば、前回のシュンと、ふみさんと一緒に山梨に行った話、その裏側、ビハインドザシーン、裏の動画、僕たちの会話の動画とかも見れますので、ぜひぜひ OK ジャパニーズのウェブサイトリンクから見てみてください。はい。じゃあ今日はこんな感じで、お疲れ様でした。また